皆さん、こんにちは。よしえです。今日も私のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。このポッドキャストは Spotify でも聞くことができます。はい。今日はね、ゆるくお話をしていきたいと思っています。ゆるくっていうのは難しい話をせずにリラックスした話をするっていうことです。はい。ちょっと気づいた人もいるかもしれないんですけど、マイクを変えてみました。いつもはね、これを使っていて、コードがぐちゃぐちゃなんですけど、はい、これは日本で買ったマイクですね。こっちの黒い方は。うん。でもなんか最近ちょっと音が、自分のビデオの音があんまり良くないかなって思っていて、なんか変えれないかなと思って、これはパラグアイで最初に買ったマイクです。黒いマイクよりも前に買って使っていたんですけど、ね、見てわかる通り光るので、ポッドキャストには向いてないかなと思って使っていませんでした。どうですか？気になりますか？うん。ちょっと編集してみて、どっちの方が音が綺麗かを見てみようかなと思っています。うん。そう、私はもともとあんまりパソコンを使って編集したりとかもしたことがなかったんですよ。でも今 YouTube 始めて何ヶ月だろう。始めたのが9月の終わりなので、10、11、12、1、2、3、4、5。今、8ヶ月目ですね。8ヶ月くらい YouTube の編集をしてるんですけど、このマイク以外のことも結構私には難しくて、編集ソフトを使うのも初めてだし、ね、YouTube に動画を上げるのも初めてなので、本当にいろんなことが難しいんですよ。うん。だからね、音がちょっと悪かったりとかしても、何が原因かとかすぐわからなくて、いろいろ試行錯誤、トライアンドエラーをしながら、はい、改善をしているっていう状況です。はい。うん、この音はどうやったら良くなるのかな、知ってる人がいたら教えてほしいです。はい。でもね、そうやっていろんなトライアンドエラーをしたり、工夫をしたりして、自分の動画を良くしていく過程はとても楽しいです。はい。今までこういうことをしたことがなかったので、全部が毎日が新しくて、それをね、どん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 良くしていくのを皆さんに見てもらえるのは嬉しいことだなと思って、まるでなんかゲームをクリアしていってるみたいな感じですね。はい。それで今日何をお話しするかというと、ポッドキャストを始めた理由についてです。ポッドキャストを始めて今だいたい1ヶ月かな？ 5 個とかぐらいはポッドキャストを撮ったかなと思うんですけど、はい。すごい楽しいですね。自分の考えとか思ったこととか日本のことを発信できてとっても楽しいです。なんでこのポッドキャストを撮ろうと思ったかっていうと、そもそも私こんなに人の前で自分の意見を言ったりするのがそんなにやってはこなかったんですよね。人と話すのはもちろん好きだし、たくさんの人の前で話すのもそんなに苦手なタイプではないんですけど、まさかこんなに全世界の人が見られるようなプラットフォームで自分の考えを
発信するなんて思ってもみなかったです。びっくりしてます。はい。じゃあなんでこのポッドキャストを始めようと思ったかっていうと、やっぱりそれは今このパラグアイっていう国に引っ越したことが大きく影響しています。人生でこの日本の外の世界に住むっていうのが初めての経験だったんですよね。旅行とかはすごく好きで、海外もいろんなところに行ったことがあるんですが、やっぱり住むってすごく違っていて、旅行と住むって。だから、いろんな新しいことに毎日気づくんですよね。だから日本に住んでいた時よりも日本のことを考えるようになりました。なんでこんなに違うんだろうとか、日本人ってどうしてこうなのとか、その違いがいいとか悪いとかっていうのは置いといて、なんでなんだろうっていうのにすごく興味が湧いてきたんですよ。それで、なんかそういう自分の今感じてるような内容を自分の心の中だけにしまっておくのがもったいないなって思うようになって、やっぱりちゃんと言葉にして、言葉にして自分で覚えておきたいって思ったんですよ。やっぱり言葉にしないと思ったことって流れていっちゃわないですか？流れていくっていうのはこう忘れていって、毎日忙しくしていたら自分がこう思ったとか、これが違うなって思ったようなこともどんどん消えていっちゃうような気がして、こうやってせっかく YouTube っていうプラットフォームにチャンネルを持っているから、ちゃんと言葉にして発信したら自分の中にも残っていくかなって思ったんです。あとはね、私はこれまで結構感覚で物を話す人だったんですよね。感覚で話すっていうのは、なんかしっかり言葉にしなくても相手に伝わるって思うところがあって、特にね、家族とか仲いい友達だったら、自分がきちんと詳しく説明しなくても、なんとなくこう、わかるっていうのあるじゃないですか。それに結構頼って、ノリで生きてきた人間なんですよね。でも、やっぱり、ちゃんと自分の思ったことを詳しく言葉で説明できる人って素敵だなって思っていて、そういう風になりたいって思ってるんですよね。でもやっぱりこう、ポッドキャストって10分とか、自分が一人でずっと喋るじゃないですか。すごく難しくて、やっぱり今までトレーニングしてこなかったことを急にやるのって結構難しくて、今まで撮ってきたポッドキャストも、10分の動画のために結構何回か撮り直ししたりしています。だからね、今これがすごく自分にとってトレーニングになっているかなって思っています。難しい内容を話したいんだけど、目標は難しい内容をシンプルな言葉で誰にでも分かってもらえるように話すっていうのが今の私の目標です。そうなれるように皆さんが見てる中で、なんかよしえさんちょっと話すの上手になったなとか、いつかね、思ってもらえると嬉しいな。頑張ります。
はい。今日はまあこんな感じで、特にまとまりのない話ではあったんですけど、リスニングの練習になっていたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録と高評価とインスタグラムのフォローもよろしくお願いします。じゃあね。バイバイ。